そのチラシ、ゴミ箱に捨ててください。退職金が入った瞬間に届く、金利 0% と書かれた銀行のキャンペーン案内です。退職金専用の定期預金なら、普通預金の100倍お得です。今だけの特別プランです。そんな甘い言葉に誘われて、とりあえず定期でいいかと、銀行の窓口に行ってしまう。はっきり言います。その行動が、あなたの大切な老後資金を危険にさらす、最初で最大のミスです。元本保証だから安心。そう思っている人ほど、実は、確実にお金が減るルートに乗せられています。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。今日は、50代の最大のイベント、退職金の守り方について、銀行員が口が裂けても言わない、不都合な真実と、私たちが取るべき、唯一の最適解を、徹底的に解説します。今日の動画を見れば、銀行のカモにならずに済みます。インフレから資産を守れます。そして何より、安心して老後を迎えるための出口戦略が明確になります。一度失ったら取り戻せない。大切な退職金。絶対に失敗したくない人は、ぜひ最後までお付き合いください。ここからが本題です。前提として、結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。まず一つ目の罠。退職金専用定期預金の正体について、数字を使って暴いていきましょう。よくある広告を見てみます。退職金専用、金利 1%、3ヶ月もの定期預金。今の普通預金金利が 0.001% 程度ですから、一見すると1000倍もの高金利に見えます。これはお得だ。1000万円を預けたとしましょう。さて、3ヶ月後にいくら利息がつくと思いますか？ 1000 万円の 1% だから10万円。いいえ、違います。まず年利 1% なので3ヶ月分、つまり4分の1になります。これで25,000円。そこからさらに約 20% の税金が引かれます。手元に残るのはたったの2万円程度です。1000万円を3ヶ月拘束されてもらえるのは2万円。一度きりの豪華なランチ代で終わりです。まあ、もらえるだけマシかと思いましたか？いいえ、問題はここからです。3ヶ月経って満期を迎えた日、あなたのお金はただの普通預金に戻ります。そして銀行から電話がかかってきます。満期になりましたね。このまま置いておくのはもったいない。実はお客様だけにもっと増やせるプランがあります。ここで登場するのが銀行が本当に売りたい商品。購入手数料が高い投資信託や複雑な仕組みの保険商品です。最初に挙げた2万円の利息なんて、これら商品の手数料で一瞬で消し飛びます。例えば、購入手数料が 3% の商品なら、1000万円買った瞬間に30万円が引かれます。先ほどの利息に万円を差し引いても、スタート時点で28万円のマイナスです。これが退職金定期の正体です。高金利はただの蒔絵。あなたを窓口に呼び寄せ、カモにするための罠なのです。銀行員の方々は優秀です。人当たりもよく、親切です。でも忘れないでください。彼らはあなたのお金を増やすプロではなく、銀行の手数料を稼ぐプロなんです。次に、2つ目の脅威。インフレという静かなる強盗についてお話しします。投資は怖いから、やっぱり元本保証の定期預金がいい。そう考える50代の方は多いです。その気持ち、痛いほどわかります。汗水垂らして貯めたお金を減らしたくないですよね。しかし、金額が減らないことと価値が減らないことは全く別の話です。今、日本でもインフレが進んでいます。スーパーに行けば、卵も野菜も電気代も値上がりしていますよね。仮にインフレ率が毎年2% ずつ進むとします。
今1000万円で買えるものが、来年には1020万円出さないと買えなくなるということです。もしあなたが1000万円を金利ゼロの預金でずっと持っていたとしたら、10年後、その1000万円の実質価値は約820万円にまで目減りします。20年後には約670万円分の価値しかなくなります。何もしていないのに、通帳の数字は1000万円のままなのに、使える価値は300万円以上も消えているんです。これがインフレの恐怖です。リスクを取りたくないと言って、現金だけで持ち続けることは、確実に貧しくなるリスクを取っているのと同じなのです。じゃあ、どうすればいいの？退職金、何を買えばいいの？お待たせしました。ここからが、50代のための具体的な解決策、守りながら増やす、最強のフォーメーションをお伝えします。結論から言うと、現金クッションとインデックス投資の組み合わせです。まず、絶対にやってはいけないのは、退職金全額を一括投資すること。これはギャンブルです。50代にとって、一番大切なのは心の平穏です。暴落が来ても、夜ぐっすり眠れる状態でなければ、投資は続きません。ステップ1、現金クッションを確保する。これは生活防衛資金とは別に、向こう3年5年程度、全く収入がなくても暮らせるだけの現金を、絶対に減らない安全地帯として、確保しておくことです。例えば、生活費が月30万円なら、年間360万円、5年分で1800万円。退職金と貯金を合わせて、まずはこの守りの壁を、ガチガチに固めてください。これは投資に回してはいけません。ネット銀行の少し金利が良い普通預金で十分です。ステップ2、残りの余裕資金で投資する。現金クッションで守りを固めた上で、残ったお金を運用に回します。買うべき商品は一つで十分です。全世界株式オールカントリー、または S&P500 のような低コストなインデックスファンドです。これを一度に買うのではなく、3年5年かけて毎月少しずつ積み立てていくのです。例えば、運用に回せるお金が500万円あるなら、毎月10万円ずつ50ヶ月かけて買うというイメージです。これなら、もし買った直後に暴落が来ても、安く買えてラッキーと思えます。高値つかみのリスクを極限まで減らすことができるのです。そして、銀行の窓口には絶対に行かず、SBI 証券や楽天証券などのネット証券を使ってください。これだけで、手数料という無駄なコストを数百万円単位で節約できます。最後に、最も重要な出口戦略、つまり使いながら運用する方法についてお話しします。投資をしたまま人生を終えては意味がありません。いつかは使わないと。そこで有効なのが定率取り崩しという方法です。毎月10万円のように金額を決めて引き出すのではなく、資産の 4% のようにパーセンテージを決めて年に一度引き出すのです。資産が増えている時は多く引き出し、旅行や趣味に使う。暴落して資産が減っている時は、引き出す額が自動的に減り、資産の寿命を伸ばすことができる。これが、ノーベル賞受賞者たちも推奨する、合理的な出口戦略です。それでは、本日の重要なポイントを3つにまとめます。第一に、銀行の退職金専用定期は、入り口に過ぎないということ。3ヶ月後の満期時に待ち構えている高コスト商品の勧誘に絶対に近づかないでください。第2に、インフレ時代においては現金をそのまま放置することが資産を減らすのと同じだということ。元本保証の安心感の裏で価値が目減りするリスクを知ってください。第3に、50代の正解は数年分の現金クッションを確保し、残りをインデックス投資で時間をかけて運用すること。そして最後は、
定律で賢く取り崩すことです。50代、60代は資産を増やすフェーズから守りながら使うフェーズへの転換点です。銀行の言いなりになって手数料を払い続ける老人になるか、自分で学び、自分で守り、自立した投資家として自由な老後を謳歌するか、退職金の使い道がその分かれ道になります。今日のお話、難しく感じる部分もあったかもしれません。でも大丈夫です。この動画を見ている時点で、あなたはマネーリテラシーの上位数%に入っています。焦る必要はありません。退職金が入っても、まずは半年くらい、そのままにしておいてもいいんです。その間に、このチャンネルで勉強して、少しずつ準備をしていきましょう。もし今日の動画が少しでも役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてください。これからも、このチャンネルでは、50代からのお金の不安をなくし、自由に生きるための知恵を発信していきます。あなたの行路が素晴らしいものになりますように。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。